皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは世界同時株安についてです。このチャンネルではあまり経済ニュースは取り扱っていないのですが、今回の問題は明らかに動画を見ている人にとっても全ての人に影響するような悪いニュースだと言えるでしょう。そのためこのニュースを少し避けて通るのは難しいかなと思い、今回取り上げることにしました。というわけで今回のニュースはこちら。アメリカの株式市場ではリーマンショックを超えるほどの大きな下落を見せました。そして世界市場においても多くの株式市場で下落傾向が続いています。その発端となったのは明らかに世界中で問題をまき散らしている感染症なわけですが、その感染症だけではなく、現在は新たな下落の引き金となっているのが石油の価格下落問題です。一体何が起こっているのか、今回はそのことについて見ていきましょう。それではニュースをどうぞ。原油クラッシュ、アメリカ市場を襲う。ニューヨークダウ2000ドル超安。9日の米国金融市場は大荒れとなった。ダウ工業株30種平均は急落し、過去最大の下げ幅を記録した。ほぼ全面安の展開で、アメリカ企業全体の時価総額は約2兆ドル、200兆円が1日に吹き飛んだ計算だ。感染被害が世界的に広がっているところに、原油価格の急落が重なり、マネーは安全資産とされる米国債や金に殺到した。突然の原油クラッシュに投資家は戸惑いを隠せない。アメリカ株式市場は取引開始前から不穏な空気が流れていた。前日のシカゴ市場でアメリカ株価指数先物の下落率が 5% を超え、すべての売買を停止するサーキットブレーカーが発動されたからだ。現物株の取引が始まると、直後に株価指数は発動基準となる 7% 安をつけ、ニューヨーク証券取引所は売買を15分間停止した。サーキットブレーカー制度は、2010年にアメリカ株が瞬間的に1000ドル近く下げたフラッシュクラッシュを防げなかったことから改正され、2013年に新ルールが適用。9日の発動は新ルール導入後初めて。今回の相場波乱は原油価格が約3割安と急落した原油クラッシュが引き金。米国株の動揺は終日収まらず、ダウ平均は前週末比2013ドル76セント 7.78% 安の 23,851 ドル02セントで引けた。下げ幅は過去最大を記録した。アメリカ株急落、背景にロシア、サウジアラビアの床戦争。アメリカ政府国家主体が市場操作。9日のニューヨーク株式市場の暴落は1991年の湾岸戦争以来という原油価格の急落が一因となった。6日に産油国の減産協議が決裂し、サウジアラビアが増産に踏み切る計画が浮上。ロシアも絡んだ原油価格戦争に突入する懸念から、経営体力の弱い米国のシェールオイル、シェールガス開発企業などの信用不満を招いており、投資家がリスク回避の姿勢を強めている。トランプアメリカ大統領は9日、株価暴落の原因をめぐり、サウジアラビアとロシアが原油の価格や流通をめぐって言い争っていると指摘し、両国への批判をにじませた。アメリカ政府内では国家主体が市場を操作する試みとの指摘も出ている。原油価格急落のきっかけは、6日に主要産油国による減産調整が物別れとなったことだ。サウジが増産に踏み切る計画と報じられ、ロシアも交えた2016年以来の協調体制が崩れるとの見方が拡大。原油の低価格競争に陥るシナリオが現実味を帯びた。産油国が市場シェア優先の体力勝負となる事態は、アメリカのエネルギー企業の経営を直撃しかねない。9日のニューヨーク株式市場では採算が悪化する警戒感からエクソンモービルなどアメリカ石油大手の株価が十数%下げた。また、地下のシェール層から原油を採掘する技術の革新で起きたシェール革命を背景に、米国の原油生産量を押し上げてきた米国シェール企業は開発コストが高いという弱みを抱える。サウジアラビアなどとの価格競争では太刀打ちできず、企業体力の弱い企業が少なくない。アメリカ紙ウォールストリートジャーナルは、石油価格の価格競争が続けば、2年以内におそらく開発・生産企業の 50% が破綻するとの企業トップの声を伝えた。国際エネルギー機関 IEA のビロル事務局長も、サウジアラビアやロシアがアメリカのシェール潰しの賭けに出たとの見方を示している。感染症が広まることによって世界経済が足を引っ張られるというのはほぼ確定された見通しです。
その影響がどこまで広がるかというところだけが今後の行方を見守っていく必要があるわけですが、そこを発端として今揺れているのが欧米です。ヨーロッパ、特にイタリアなどにおいては全土に移動制限がかけられるほどの事態になっています。このことからも景気の悪化というものは避けられないとして、ヨーロッパ市場の下げも非常にきついものになっています。同じようにアメリカにおいても感染症の伝染が広がっているというのは分かってきています。これによる株式市場の下げというものも目立っていたわけですが、そこに新たな問題が加わりました。それが石油価格競争です。そもそも石油の価格というのは、需要が落ちてくれば、それに合わせて価格も落ちてこざるを得ません。感染症が広まることによって世界経済が悪化するのだから需要が下がるのだから石油価格は下がってくるというこの流れによって、去年後半においては1バレル60ドル台というものをつけていた時期もあるのですが、感染症の広まりによってこの石油の価格1バレルというものも50ドルになり40ドル台へと落ちてきました。そこで石油の生産国においてはみんなで減産することによってこの価格を維持しようという話し合いが行われていました。これが OPEC とプラスロシアの話し合いです。ところがロシアがこの減産体制に賛成しないというふうにして交渉が決裂してしまったために1バレル40台からその下へと下がってくることになりました。そしてサウジアラビアはここに来て全く方針転換をしました。これまでは減産することによって価格を維持しようとしていたのですが、もうここまで値段が下がってきたのだから逆にアクセルを踏もうという方向に転換したのです。産油国のサウジアラビアにとってアクセルを踏むというのは増産に転じるということです。世界経済が低下してその中において石油がダブつくという状況の中にあって、さらにサウジアラビアが増産するというのですから、必ず在庫がダブつくことになります。つまり値段は下がらざるを得ません。こうして起きたのが逆オイルショックとも言われる原油価格の急落です。サウジアラビアが一体なぜこのような増産に踏み切ったかといえば、交渉決裂に招いたロシアに対する懲罰的な意味があったのではないかと言われています。また、アメリカのシェールオイルの業界に対する打撃を狙ったものではないかとも言われています。どちらにしても、この石油価格が下落するというのは、アメリカにとっても非常に大きなダメージになります。なぜダメージになるかと言われれば、現在アメリカにおいては自国で消費する分については、このシェールオイルなどもあって、自分の国でもう全部石油を確保できるのです。もう何年かすれば、アメリカは準輸出国になるかもしれないと言われるほど、シェールオイル革命によってアメリカは自国の石油問題については型をつけたとさえ言えたのです。しかしそこには大きな構造的な問題がありました。このシェールオイルというのは従来に比べてはるかに採掘にお金がかかるのです。そのためシェールオイル会社の損益分岐点というのは1バレル40ドル台程度ではないかと言われています。取りやすいところであっても30数ドルと言われているので、現在のような石油の低価格競争が起こり、1バレル30台に陥ってしまうと、シェールオイルの採掘会社というものは経営危機になります。そしてこれは一業界だけの話では済みません。アメリカにとって自国で石油が充足できるというのは非常に政治的な意味もありました。それは他国の原油というものに頼らないでいいというアメリカにとっての非常に強みでもあったのです。低価格競争が起きて、こうした自国生産ができないようになってしまうことになれば、当然のように他の国からの輸入に変わらざるを得ません。サウジアラビアが低価格競争をすることによってシェアを伸ばすというのはそういう意味なのです。高コストであったシェールオイルの採掘企業というものがどんどんと潰れれば、当然のようにもっと安く売れますよというサウジアラビアのような国の方がシェアが伸びるのです。先ほど私はシェールオイルの会社の損益分益点は1バレル40ドル台程度だという話をしましたが、では一方でサウジアラビアの損益分岐点が一体いくらかといえば、それは1バレル5ドル程度だと言われています。どうやっても価格競争に陥ればサウジアラビアに勝てるわけがないのです。ただしここで一つ注意点があるのは、それはサウジアラビアにとっても本来であれば石油価格というものは高ければ高いほど利益が増えるのですから、そちらの方が良いのです。今回感染症が広まることによって1バレルの価格がどんどん下がってきたところに
減産しようと呼びかけていたのはなぜかといえば、サウジアラビアにとっても価格が高ければ高い方が良いからです。にもかかわらず今回のように低価格競争に乗り出したというのは戦略的な変更があったとしか考えられません。そこで私が言ったのがロシアに対する懲罰的な低価格競争ではないかというところです。サウジアラビアにしたところで別にアメリカのシェールオイル企業というものを次々と倒すということは政治的にはあまり良いことではありません。なぜならばサウジアラビアはアメリカとは良い関係が続くことを願っているからです。そして感染症の広がりによる株安と同時に起こったのがこの逆オイルショックともいえる現象。この2つが相まることによって米国の株式市場はリーマンショック級を超えるほどと言われるような下落幅を見せています。こうした株式市場の下げというものを見て、私は株を持っていないから大丈夫だなと思う方についても、残念ながら悪影響は及びます。一体なぜかというと、この株式で運用するということがいろいろなところで行われているからです。例えば私たちで言えば、年金の運用というものも、こうした株というものが広く行われています。また、企業年金の運用などについてもそうですし、また生命保険のお金を運用するところにも株というものは絡んできます。また、株式市場の大きな下げというものは必ず世界経済の悪化というものを示唆しており、実際の景気後退というものがいずれやってくると考えた方が良いでしょう。今回の世界同時株安というのは、リーマンショックとは根本的には違います。例えばリーマンショックにおいては金融危機というものが起こり、それによって全世界が凄まじい勢いで経済の萎縮を起こしました。それに比べれば今回というものはあくまでも一過性と見られる感染症の問題、そして価格さえ落ち着けば問題が解消するであろう逆オイルショック、この2つの問題というものが株価の下落をもたらしました。そうした意味においてリーマンショックほど恐れることはないというのは私は逆に間違いだと思います。こうした株安というものは必ず実体経済についても大きな影響をもたらします。それは企業活動の萎縮であったり、雇用の悪化であったり、小さなマイナスの積み重ねというものが全体経済の足を引っ張るようなことになるのは間違いありません。この事態を重く受け止めたトランプ大統領は減税を打ち出すことをすでに発表しています。その規模がどれほどになるかというのは分かりませんが、少なくとも経済対策というものは打たなければならないというのは間違いありません。一方で日本はというと、感染症の問題に対する補正予算などについての審議もまだですし、そして今回の株安というものがもたらす影響などについてもまだまだ甘く見積もっているように私には思います。すでに事態はリーマンショック級のような根本的な原因ではないにしろ、現象としてはそれに匹敵するほどの経済悪化というものが考えられます。実体経済に大きなダメージが出る前に少なくとも今からリーマンショック級もしくはそれを超えるような大規模な補正予算を組んで景気対策を打たなければ日本経済にとっても大きなダメージになると私は思います。皆さんはこのニュースについてどのようなことをお考えでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。